暴れん坊将軍。新さんの髪は綺麗だな。男っぷりもいいっす。私も張り合いがあるよ。ありがとう。だけど髪結いの最中に飯食うなんてまるでお殿様みたいだな。もっとも納豆なんか食べねえけどな、お殿様も将軍様も。新さんはね、うちの納豆ご飯が大好きなのよ。はい、新さん。でもね、お家では食べられないんですって。いや、そんなこともないが、お黒さんはどうしてそんなこと知ってるんだ？米沢にいる時、奥女中の頭に言ったことがあるんだってさ。じゃあ米沢から来たのか？一月ほど前に来たんだよね。うちの頭なんかすっかり気に入っちまってさ。女髪結いはね、元結がこうキリッと締まらねえから足は嫌だって断ったんですよ。ところがですよ、無理やり押さえつけられましてね。いや、痛えの痛くねえのって目玉から火花が出ました。それで一度に気に入っちゃったのよね。だいたい江戸者は格好ばっかりで、元結いなんかタラリンコしてるんだから。だけどさ、新さん、ずっとお倉さんに言っててもらったらさ、早く頭がはげちまうかもしれないよ。何言ってんだ。だけどそうかもしんねえな。なんで言ってみろ。ゆうべの火消しに来やがったな野郎。うるせえ、頭出せ。勝五郎出すぜ。どうしたんだ？いやね、ゆうべ天神様の境内でね、暴れてんのがいたんですよ。頭にきたから張り倒しちゃったんです。静かにしねえかい。やっぱりおめえたちか。めぐみに喧嘩売るってのかい。その通りだ。貴様か。近頃でかい面をしているめぐみの辰五郎。この面は生まれつきなんだよ。旦那方は？この連中は東方のやっこでな。いい加減にしないか。貴様は用心棒か。おとなしく帰るんだな。私は門前町の女髪結いとこの奥だってんだ。ここは私の大事なお得意様だ。文句あんなら表さ出ろ。すげえな、お倉さんよ。ほら新さん見てみろ。あいつたちの元結いがざんばらになったべ。本当に近頃の江戸の侍は情けねえな。武士道も地に応じだ。将軍様が怒るのも無理ね。な新さん。で、その若者どもはどこの家中のもんでござりまするか？辰五郎の話によると、勘定組頭の須藤家の者らしい。また須藤家の者たちでござりまするか？そんなに評判が悪いのか？はあ、勘定奉行所の中でも須藤孫六殿は一番の武骨者でして、家中にも暴れ者が多いそうでございます。先だっても奉行に注意をしたのではござりまするが、何しろ須藤孫六は古参の者、組頭の筆頭でもござりますれば、相通ずる御家人の荒くれ者が数多く、いやなかなかに。忠相、構わぬ。町場での狼藉はビシビシと取り締まってくれ。ここは羽前米沢15万石上杉家の江戸屋敷である。
正田様。夏の盛りのその中で心に寒い風が吹く。真面目そうなこの武士はその米沢藩の江戸留守居役正田小左衛門であった。ここは寄り合い茶屋でねえか。えらい散財だな。正田様がこんなところにな。公儀のお役人かね。そうだよ。勘定奉行所のお役人様さ。毎日のようにお大名のお留守役を呼びつけてあの騒ぎだもんね。銭は誰が払うんだ。そりゃお留守役さ。大変だよね。何があるんだか知らないけどさ。たちの悪い役人もいるもんだな。ああ、いて。ごめん。つい力が入っちまって痛がった。いて。めでためでたわがまさ。おばちゃんごめんね、大丈夫かい？お倉さん。正田様。恋文か、奥田さん。新さん、見てたのか。ああ、なかなか立派な武士ではないか。しかし何か事情がありそうだな。新さん、あんた何者なんだ。それは俺の方が聞きたいな。ごめんしてけろ。いや、ごめんはないだろ背中さ蜂が止まってたから大丈夫。う。いや大丈夫だが参ったな。闇討ちだったら今頃はあの世行きだぞ。やっぱり新さんはただの恵みの四つん坊なんだな。正直に言いなさい。現実では遅れを取ったがまだこういう遅れたがあるんだ。なぜ俺を試した？ご公儀の隠密かも。勘弁してけろ。まだ聞くことがあるぞ。さあ。わすってダメだな。隠し事ができねえたちだから。そりゃそうだ。忍びなら船へ飛び降りた時にグラグラせんぞ。
それに先日三品を投げたのは柔術、さっきの棒っ切れは剣術。あんたべし決めだろう。米沢から来たそうだから部門の誉れも高き上杉家のべし決め。どうだ、図星だろう。別式目、それは大名家の奥女中に剣術や薙刀を教える女武芸者のことを言う。新さん殺す。お茶お茶お茶。いや、その前にさっき拾った封書のようなものを一つ見せてもらおうか。ダメだダメだ。死んでもダメだ。分かったよ。じゃあ詮索はこれでやめよう。だがな、お倉さん、どんな役目を命じられたか知らんが、あまり無理をしない方がいい。お倉さんの柄には合わんよ。先日はようてご無礼いたした。許され。ところで封書は届いたかな。あ、確かに詐称ではございますが、どうぞお受け取りください。おお正田殿はあの文面をたったこれだけのことだと読まれたのか。ご事業地の河川改修には不足かと存じますが、当藩の財政も苦しく、それがしの一存で都合のできる金数には限りがございます。これもご家老には内密に、それがし一人の責任で。さようなことはそれがしの預かり知らぬこと。米沢藩15万石の江戸留守居役の器量がこの程度とはの。申し訳ございません。何とぞ何とぞ今しばらくのご猶予。この秋には公儀御用の漆木蝋紙材木の割り当てがござる。各大名家の産品を買い上げるのが公儀の方針。さて米沢藩は漆も木蝋も紙も作っておられんのかな。須藤様、当藩といたしましては何としてもご公儀のお力添えでそれらの産物のお買い上げを願いたく、もちろんそのためにはそれがしも何とぞ今しばらくの。まあよろしい。それがしは明日知行地へ参らねばならぬ。それまでにな。よろしいな、正田殿。知行時の河川改修に多額の出費が必要にて、今後の会合には寄り合い茶屋はお断りいたしたく存じおり候。よって明日は船宿にてお会いいたしたく候。勘定組頭須藤孫六正田小左衛門殿。汚ねえなあ。これじゃ早い話が金持ってこいっていうことでねえか。これじゃ正田様がかわいそうだよ、まったく。蔵、地公よれ。そちに折り入っての頼みがある。はい。そちは正田小左衛門を知っておるの。はい。実は困ったことが起きたのじゃ。小左衛門が江戸表の御用金を密かに使い込んでいるらしい。そんな。律儀者ゆえ、これには何か深い訳があるに違いない。蔵、そちに頼みたいのはそのことじゃ。江戸表に参り、小左衛門の身辺に一体何が起きたのか、それを調べてくれぬか。はい。頼むぞ、蔵。こりゃなんとかしねえとダメだな。その正田小左衛門というのは35、6の男か。はい、中野橋の近くの船宿から屋形船で。すると橋の上から封書を破り捨てたあの武士か。あれではまるでゆすりですよ。どうせ知行地の工事などとは偽りでしょう。たかりの名目に過ぎません。そうだろうな。幕府調達の漆などは
勘定組頭の裁量がものを言うからな。よし、次に金品を受け取るときに須藤を抑えよう。目を離すな。はっ。正田家伝来の担当です。上杉謙信公より配慮のものと聞いている。この担当を金子に変えてくれませんか？冗談じゃありませんよ、正田様。尾張様の火消しと揉め事を起こした時に中に入ってくれたのは旦那じゃありませんか。おかげでこうして今首がつながってるんですよ。旦那、水くせじゃねえですか。天下の宝刀を金にしろなんて。どうしても金子が必要でな。どうせ米沢藩にお使いになる金でしょう。だからってこんな大切な刀をあっしにはそんなことできませんな。辰五郎。旦那、米沢藩はそんなに。去年の例外で今や藩の財政は底をついているのが実情です。正田様。しかし今年は例外もなく漆やろうの出来も良い。今の私がしなくてはならないのはそれらの産物をどうしてもご公儀に買っていただくことです。そのために恥ずかしい話だが賄のためにどうしても金子がいるのです。そのお金ができなきゃ切腹もしかねねえ正田様の気性だ。一体いつまでにいくら？明朝までに100両。それができなければ私は。わかりました。旦那、一応これはあっしが預かりましょう。今夜中に金は必ず。ああ、分かったよ。謙信様だか信玄袋だか知らないけどさ、ちょっと引き合いってぶち込んできてやるよ。2、30両にはなるだろうね、せいぜい。バカ野郎、質屋だってよお前。この刀はな恐れ多くもだ。なんだよ、何様の刀か知らないけどさ、こんなもんで今時で100両も貸すバカがどこにいるんだよ。第一うちで預かったってね、そんな刀じゃ巻き割りにするわけにもいかないしね。抑え、おめえなんていうこと言うんだい。正田様のご恩を忘れやがって。もう俺は勘弁にならねえぞ。抑え、正田様はな米沢藩を救おうとしてんだ。てめえなんかどこでも出てけい。出てけい相手だ。正田様のことでおかみさんを怒らせてしまって。やはりお倉さんは米沢藩の別式目か。新さん。その上正田さんに惚れているようだ。大丈夫だよお倉さん。ああ見えてもおかみさんちゃんと分かってるんだ。1両にもなんねえよ。すげえなおい。ほら親方どうぞ女に使ったんだろ。出ない。俺のもだけどいくら入ってるか4両ちょっとだな。お兄ちゃん、お勝手の分なんだけど2両ほどあったわ。ありがとう。いいな、すまねえ。だったらね、お前さんがいけないんだよ。謙信だとか信玄袋だなんて言うもんだからさ、初めから正田様の刀だって言えばいいのにさ、お父さんにね40両ほど蓄えがあるよ。これね、おまっちゃんのお嫁入りしたくの大事なお金だけどさ、正田様のために使うなら仕方がないだろうね、おまっちゃん。お姉ちゃん。おかみさんだ。おかみさんいる。抑え、おましすまねえ。この通りだ。頭、あと53両ですよ。
お倉さん。皆さんありがとうありがとう。私は米沢の出だから嬉しくて嬉しくて全身代だけど一緒に正田様まで届けてください。お願いします頭。C さん。ただしその刀は当分預かっておくんだな。どうしてだ C さん。これだけの金を使ってもどうにもならないとなると腹を切るかもしれんからな。殿下の宝刀を使って。新さんそんな脅かすでねえよ。とにかくこの金は早く正田様に届けてやらなくちゃいけない。おさえ、お前両替へ行ってな小判にしてくれ。あいよ私これでしずれさせていただきます。ではちょっと渡すってよ。ちょっと渡す。ちょっと待ちな。親方、奥田さんを家から出さんようにしてくれ。何をするかわからんからな。その頃江戸城中では加納五郎左衛門と大岡越前の神が須藤孫六を呼び出して日頃の行情を厳しく問いただしていた。では全く身に覚えがないとそう申すのか。ありませんな。寄合茶屋で大名家の供応を受けていることを当方ではすでに存じているがそれは当然でござる。大名家の留守居役とは本来は幕府の役向きの者と折衝して藩の利益を守ろうとするのが役目でござる。また公儀に忠節を誓う気持ちがあればさような供応は当然でござる。孫六、そちのしていることはな、公儀の威信を逆に落とし大名方の不信を。何ということを申されるかご老体。そのように大名どもを甘やかせるからこそ奴らますますつけ上がるのでござる。須藤殿越前殿、重箱の隅をほじるような真似はやめていただこうか。わしのしていることは全て公儀のためを思えばこそでござる。この気持ちに偽りはござらん。あいつが須藤孫六が。お留守居はどうなされた。それが御用金流用の責めにてご切腹を。まさかわしのせいだと。とんでもございません。なんじゃな。金子の都合がつかず、これはご家老様先祖伝来ご秘蔵の。わしは茶はやらんのだ。悪いがの金子に変えてくれるか。はいはい。くそー、須藤のやつ。
おかえり。おかえりなさい。どうしたんだよ、おこれが。えらく慌ててんな。どうしたんだろう。お倉さん、なんでその格好は。どこ行くんだい。田舎さ帰んのか。龍子殿、手津殿、常さん、お世話になりました。私ゆえあってしばらくの間亀結どこを休ませていただきまする。願わくは武士の情け、いや町武家士の情けをもってお引き止めくださるな。では。ちょっと待ってくれよ。よお見逃しくださり龍子殿。いや、俺たちはお倉さんのためだ。うわっ。出て。何卒よろしくお願いいたします。室川殿、大名家の稽古代はい今いかほどかな。さよう。5万石の大名で1回30両ほどか。となると15万石の大名家では一度の謝礼金が100両か。室川殿、わしは剣術使いになればよかったぞ。たった一度の稽古で100両だからの。今のわしの価値はその程度だと米沢藩では思うとるらしいの。須藤様。おいよいわ。それほどに軽く見られては話にもならん。この品を持ってとっとと帰れ。たわけ者めが。船頭、船を岸へつけろ。須藤様。正田殿、先だっても桜藩の清穴留守居役が腹を切りおっての。まったく近頃の留守居役は腰抜けばかりよの。のう正田殿、金は受け取らぬとそう申しておるのだからの。何もしに急ぐことはあるまいで。正田様は先ほど帰られたが、すぐにまたお出かけになられて。どこさ。正行寺へお墓参りと。正行寺へ。正田様のお家の江戸の菩提寺じゃ。須藤が金子を受け取ればその場で西条殿が抑えたはずなんですが、今正田殿は正行寺というお寺へ。よし、行こう。正田様、正田様、なりませぬ。なんていうことを起こすってください。正田様、お国元のお殿様は正田様をご心配なさいで私を江戸をもてご切腹はなりません。殿の命でございます。正田様。よかった。ここは俺に任せて須藤を見張ってくれ。新さん。通りで見かけたんだな。倉殿。めぐみの頭の友達で徳田新之助さんです。正田殿、武士としてまことに面目が立たぬとあらば切腹もやむを得まい。しかし100両の金を用意しためぐみの者たちの気持ちはどうなるのかな。また藩命を受けその役目を果たせなかった時
倉殿は生きちゃいまい。それでも命を絶とうというのなら拙者がこの場にて解釈をしてやっても構わんぞ。徳田殿。留守居役としてその責めを果たせぬばかりか。ゆえなき数々の侮辱、己の不甲斐なさにもはやこれまでせめて死をもって殿にお詫びする以外はないと存じ。正田様。正田殿、恥じるのは公儀の中にさような者がおる。それは今まで放置いたした幕府そのものかもしれない。徳田殿。正田殿は全力を尽くされたのだ。あとは幕府に任せるべきでしょう。大岡一千の神殿のもとに参り、今までのことを全て打ち明けなさい。いや、しかしそれは。越前殿ならば必ず公正な判断をするでしょう。わかりました。そういたしましょう。今日中にも訴状をしたためて明日帯養生に出頭いたしましょう。雨が上がったようですね。ところで奥田さん、正田殿とはどのような。いや私は身分も違うしただ遠くからつらつらと、ただそれだけで本当に。いや、そうは見えんぞ。正田殿、奥田さんは名式名らしいが、もちろん米沢では女丈夫として名の通った。はい。奥田殿のお父上は米沢城下で一番の町道場、お母上も薙刀の名人で、いや私も子供の頃から通ったんですが、どうもその剣術の方が苦手で、奥田殿にも散々な目に。いやそげなことねえよ。よく今でもあの頃のことは思い出します。でも正田様は本当に優しかった。おめ大丈夫け？ね、もう大丈夫。俺払ったから。ね、肩に捕まって。正田殿はまだお一人身か。は、江戸表の仕事が忙しくて今までつい。倉殿のことを忘れられなかったせいもある。いや、それは。留守居役といえば家老職に次ぐ家柄、縁談も多いはず。それを今まで断り通してきたのは倉殿のことを忘れられなかったんだな。そうかもしれません。正田様。この件が落着したら今度はその件を片付けようじゃないか。お倉さん、俺と頭に任せてくれるな。私やんだ恥ずかしい。いいから任せておけ。では正田殿、明日必ず失礼する。新さん。倉殿。はい。私たちのことは徳田殿にお任せしよう。はい。その前に須藤の悪行をすべて書状にしたためて越前殿のもとに届けるのかな。はい。私はこれからすぐ藩邸に戻って訴状を。すまぬが倉殿はこの金子を辰五郎に返してくれますか。はい。
ご貴殿、死んでもらおう。おい兄貴、人殺しだ。翔太様しっかりして。誰が医者呼んでけろ。おなんとか助かりそうだ。クラ、下手人を見たか。いえ、でも勘定組頭の須藤の一味に間違いありません。バカな、めったなことを言うではないぞ。新さんには悪いけんど、あの人あんまり強くねえから当てにはできねえ。正太様、私がきっと敵討つからな。事業地へ変な女の人がつけています。おくらだ。よし、行こう。なんだお前は。須藤孫六だな。わしが勘定組頭須藤孫六じゃ。私は米沢藩別籍名中条蔵と申す。江戸留守居役正太様に無礼を働いた上、闇討ちにいたすとは言語道断。その法のそっくび、この蔵が頂戴つかまつる。いざ尋常に勝負。こいつは面白い。あの腰抜け侍の仇討ちか。それに別式目と言うたぞ。よし、相手をしてやれ。おい、中田坂井、行け。大バカ者、何をしたのだ。おほほほ、なかなかやるの。室川殿、試してみるか。参れ、遠慮はいらぬぞ。何をこしゃくな。それまでだな。無理をするな、お母さん。何やつ。新さん、ダメだって。新さんの腕ではとても勝てねえから。それじゃ俺はカエル以下か。そうだよ、カエルの方がおっかねえもんな。私一人でやっから投げ方返してくれ。まあやってみるから見ていてくれ。須藤孫六、その剣術使い一人で役不足だ。お前も一緒に相手しろ。俺は天下の風来坊徳田新之助だ。徳田新之助、どっかで見たような。まあよいわ。わしに遺恨でもあるのか。貴様のような奴はな、虎の胃を狩る狐というのだ。その狐狩りに参った。さんま、お前たちは手を出すな。俺と室川とで肩をつける。お倉さんを頼む。は。新さん、やめとけって。
三条組頭須藤孫六は切腹、須藤家は断絶の処置を受けた。そしてしばしの時が流れた頃、突如米沢藩主上杉義則公より直々のお声がかかり、お倉と正田小左衛門の婚儀が認められた。そして二人が晴れて国元へ帰る日。よかったわね、お倉さん。髪を言ってもらえないのは寂しいけどさ、また遊びにしておくれよね。だけどなおさえ、今度会う時はお前江戸家老様の奥方様かもしんねえぞ。お倉の方。かすやんだ、恥ずかしい。あ、そうだ。じゃあ皆様にお礼の印にうちで髪を言って死んでましょう。いいでしょ、旦那様。ああ、それはいいな。それじゃあ皆さんどうぞご一緒に。お倉さん、明日もお願いしますよ。上様が二人の仲を密かに伝えられた時、義則殿はこう言われたそうでござりまする。ああ、惜しいことをした。世が若ければ手放すまいにと。上様、武士の嫁は丈夫で大柄なのが一番でござりまするな。加納様がお若ければいかがでございましょうか。わしはどちらかといえば細表の小股のキリッとした娘が。上様、そのお蔵は器量はいかがでござりましたか。うん、まあなんというかそういうことはあまりどうもな。俺があえて判別することでもなかろう。天下一の召し決めであったことは確かだ。吉宗はなぜかお蔵を思い出すと童心に帰るような思いであった。ふわふわと温かい気持ちに包まれるのである。心の底からお蔵の幸せを願う吉宗であった。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。何じゃと、身ごもっておられるというのか。早三月を過ぎているものと。これは一大事じゃ。しかし本当に世の子なのか。はい。わからんな。世はその方と不指導を共にした覚えはないのだが。あの時はご死を召してらっしゃいましたので。親家様の元の名は柏原志乃とおっしゃるのですが、八重と長岡は実の親子ではなかったのか。はあ、つい先頃籍に入ったばかりだそうです。どうやらこれで全てのつながりが見えてきたぞ。このままでは側室はおろか首の座まで危のうなります。何としても上様の子だと押し通すのだ。見苦しいぞ越後。黙れ黙れ。暴れん坊将軍、疑惑を呼んだ小さな命。どうぞお楽しみに。